はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ハンディーマンです。今回はハンディーマンの休日、大阪編前編に続いて後編となります。まだ前編をご覧になっていない方は先に前編をご覧ください。はい、前編では昼間に代表的な観光地をいくつか巡ってみましたが、後編では昼間訪れた場所の夜の風景をご覧いただこうと思います。その中でも今回は大阪城のライトアップをぜひご覧いただきたいと思います。昼間同様、天満橋駅から京橋口に向けて歩いています。西側の外堀を歩いて、まずは大手門へ向かいます。この大手門への道のりが圧巻なんですよ。昼間も感動してなんかゲームの世界にいる感覚だったのですが、夜の方がめちゃくちゃ雰囲気出てると思いませんか？これですよ。今夜の10時半過ぎぐらいなんですけれども、人もほとんどいなくて、夜のライトアップされている景色をゆっくり堪能できるんで、正直夜がおすすめですね。何時から何時までライトアップされているのか、時間まではわからないんですけれども、夜来れる方はぜひ夜来てみてください。ちょうど大手門の上、真ん中の上の方にキラリと一つ星が輝いてるんですよ。あれがね、またすごく綺麗なんですよね。景色いいんですよ。普段大阪に来て観光したりですね、あと宿泊したりすることはあまりないんですけれども、今回はいい発見でしたね。大手門を通り抜けた後に、ちょっと個人的に気になったのが、右側の壁側だけはライトアップされていて、左側がライトアップされてないんですよね。ちょっと無知で申し訳ないんですけども、何か意味があるのかなと、思ってましたね。この門をくぐり抜けて、だいたい歩いて5分から10分ぐらいで、昼間も通りました、桜門とか、あと右側には豊臣秀吉像があったりとかっていうところに今向かっている最中ですね。はい、これが桜門ですね。ちょうど桜門の中に大阪城がちらりと見えるんですけども、なんか人の顔っぽく見えますよね。気のせいですかね。もうこの時ですでに夜11時近かったので、本当にほとんど人はいなくて、撮影に気遣うことがなかったので、すごく楽でしたね。はい、大阪城見えてきましたね。中に入ってもやっぱり人はほとんどいなくて、すれ違ったの2人ぐらいだけだったんですよね。もちろん大阪城の天守閣に入ることはできないんですけれども、私が調べた限りですと、朝9時から、夕方の4時半までが、入館できるらしいですよ。それでも夜に来る価値は本当にあると思います。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。特に大阪城のバックに星空。これ最高ですね。もっと晴れていればよかったんですけど、映像でなかなかちょっと星空まではお伝えできないかもしれないんですが、ぜひ本当夜来てみてください。あ、もうちょっと人とすれ違っていましたね。天気もこうやって映像でゆっくり見ると、ちょっと曇ってる感じがしますね。もう間もなく大阪城の下に到着するんですけれども、近くに来たら昼間とちょっと写真を見合わせてみましょう。こんな感じなんですけども、ちょっとわかりにくいですかね。すいません。さあ、翌朝早朝にですね、大阪伊丹空港の展望デッキにやってきました。まだ朝の7時半ぐらいなので、人も少なくてですね、気兼ねなく撮影できるかなと思って早めに来てみました。この日の午前のフライトでですね、東京羽田空港に向かいますので、早めに来たんですけれども、いやー、いい天気ですね。
昨日がこれぐらいの天気だったらもっと良かったなと思うんですけどね。やっぱり予想通り全然人がいないですね。当然まだ朝なので、展望デッキのところのショップは全く開いていません。実際展望デッキの方に目を向けると、人が何人かやっぱりいるんですよね。飛行機好きな方がいらっしゃってるんでしょうね。ここが撮影スポットなんでしょうけど、一人なんで何にもできません。伊丹、大阪インターナショナルエアポート。大阪国際空港ですね。もともとここの空港は国際線も飛んでいたので、そういう名前なんですよね。伊丹空港の中で午後一蓬莱のお店、確か2店舗ほどあるんですけども、こちら側が飲食できる方ですね。モーニングメニューをいただこうと思って来てみました。やっぱり大阪に来ると、いつもこの豚まん注文しちゃうんですよね。美味しいですよね。さあ、お腹もいっぱいになり、東京の羽田空港に向かいます。滑走路が見えてきましたね。バイバイ、大阪。また来るからね。はい、現在富士山の横を飛行機が通過している最中なんですけれども、ちょうど同じタイミングで他のハンディマンが富士登山をしている最中なんですよ。なので飛行機の中から熱視線を送ってみました。なんか雲から柱みたいな、これ雨なんですかね。富士山が近づいてきました。私からの目線はこちらで、右下の動画が富士登山をしているハンディマン側の目線ですね。で、こちらがもう山頂に到着している動画なんだけど、この頃みんなどの辺登ってんだろうな。はい、大阪伊丹空港からは1時間ちょっとであっという間に東京羽田空港に到着いたします。皆様、羽田空港に着陸いたしました。はい、着陸いたしました。ということで、ハンディマンの休日大阪編はこれで終了となります。ご視聴皆様ありがとうございました。次はどこ行こうかな。